木とか生えてるんですよね。丸見えですね。うわーってなりましたけど、絵の矯正。はい、こんにちは、内田です。前回の動画で、担当さんとの打ち合わせは殴り合いだという話をしましたが、当時の自分はそんなことも知らず、初めての、打ち合わせに行きました。その話をしたいと思います。でまず1社目がコミティアでメールをくれたウルトラジャンプの編集さんに初めて会うことになります。で場所は集英社の1階の打ち合わせブースですね。集英社は、ブースが持ち込み用のあるので、そこで打ち合わせすることになります。で今も多分一緒だと思うんですけども、集英社の場合は入り口入って右手側に受付があるんですよね。でそこに、紙があるので、紙にこう誰々どこどこ何時にこう打ち合わせですみたいな感じで紙にいろいろ記入して、それを多分受付の方に渡すと取りつないで担当さんを呼んできてもらいます。ブースで担当さんを待ちます。これ結構隣のブースの打ち合わせとか聞こえるんですよね。今どうなんですかね。結構ね、いろんな方の打ち合わせが聞こえてたりしたのを覚えています。はい、緊張しますよね。でですね、私ちょっと漫画家志望を目指していたのが結構10年前ってかなり昔の話なので、結構忘れていることもあったんですけども、当時やっていたミクシーに当時の持ち込みの本当リアルタイムのね、当時の日記とかを発掘したので、ちょっとそちらのコメントを見ながらどんな感じだったか話していきたいと思います。で持っていったネームは20ページの SF 漫画を描いていましたので、そのネームとすでに、原稿にも入っていたので、下書きとちょっとペン入り進んでたかなの状態のものを持っていきました。で担当さんに初めて会って、名刺をようやくそうですねいただきまして、多分ネームと原稿のコピーを、多分捉えたのかなと、あとあれですね、集英社は今もそうかわからないんですけど、出前みたいな感じで近くの喫茶店から運がいいと、ドリンクをくれたりします。でこの時私40分くらい覚えてないんですけど、これを日記読む限りだから待っていたらしくて、そのお詫びでドリンクをいただきましたということが書いてあります。で見てもらった結果としては、20ページってかなり短すぎて話も途中だったので、これを多く話を補足しながら長い話にしよう、32ページかなに増やして、書きましょうという感じで、私もこの話途中までというかこの先を考えていなかったので、そこを担当さんと話し合って、オチは一緒なんですけど、ちょっと中間にもうちょっとこう世界観が分かるような話を作りましょうということで、ネームをまた作って、多分打ち合わせに行くという流れになりました。これがウルトラジャンプです。はい、で次にその足でそのまま講談社の週刊少年マガジンさんの方に行きました。でマガジンさんは1作目を持ち込んだ時に名刺をくださった編集さんがいるので、その方に連絡をして、打ち合わせという形でウルジャンと同じように、同じものを見せました。でマガジンさんのある講談社はめちゃくちゃ大きいんですよね、ビルがで受付のところもなんかジャングルみたいになってるんですよね。今もそうかな、すごい広くて木とか生えてるんですよねあれほんとびっくりしました。受付さんにまた、集英社と一緒で受付の方になんか紙を書いて、でそれをもとにこう連絡してもらって、雑誌のある階かなに、行きます。直接結構上の方だったかな。でそこに行って、でその階に打ち合わせブースっていうのがあって、そこで講談社の場合は打ち合わせをします。でパーティションがないのでもうそのままもう丸見えですね。その時、1作目の投稿作を返してもらいました直接手渡しで、返してくれました。でマガジンの編集さんも、ほとんどウルトラジャンプさんと同じような感じの返事でしたね。ベースはこのままでちょっと膨らませて読み切りで32ページぐらいにして、章に出すという流れに
なりました。で、マガジンさんの持ち込みでウルジャンと違ったことは絵の矯正ですかね。ウルジャンの方は私の絵に特に何も言わなかったんですけど、マガジンさんはやっぱりちょっと私の絵柄は古いというかちょっと変えた方がいいという方針みたいで、その場で当時連載していたある漫画のコミックスをくださいまして、ポンって渡されて、この絵を模写してくださいと言われましたうわーってなりましたけどこれですかみたいなそう、ちょっと某スポーツ漫画ですかね、多分ザ・マガジンって感じの絵らしいんですよ。担当さんが言うには、マガジンはこういうザ・マガジンっていう、これがザ・マガジンの絵なので、この絵をちょっと参考に描いてほしいみたいなことで単行本をいただいて、次回のそのネームを作るまでにその模写したものも用意してくださいと言われました。ここがちょっとウルジャンと違いますね。という感じでマガジンさんはやっぱ絵柄にも修正が入りました。で、私全然覚えてなかったんですけども、ミクシーの日記を見たら合計4社回ってまして、全然覚えてなかった。ウルジャンの前に白戦車さん、講談社の後に一陣車かなさんにも持ち込みに行っていました。で、一陣車さんに行った時だけ逆のことを言われまして、そのどの出版社ももっとページ数が短くて説明不足だからページ数を増やしましょうっていう話だったんですけど、一陣車さんはもっと短くできる、多分20ページか24ページの話だったんですよ、その SF のやつが。でそれを他のところは34ページとか2ページにしましょうって話だったんですけど、一陣車の見てもらった方は16ページ、この内容なら16ページにできるっていう逆のことを言ってて、ってびっくりしました。やっぱり担当さんによって全然違いましたね。いや本当に見る人によってこう違うんだなっていうことを、思いました。はい、ということで合計4社、持ち込みに行って、じゃあこの、今描いてる漫画をどこでやろうか、決めるという作業になるんですけど、コーヒーをおごってくれたウルトラジャンプさんに行くのか、もしくは、絵柄の矯正をちょっとした方がいいんじゃないかというアドバイスをいただいた週刊少年マガジンさんに行くのか、果たして私はどっちに行ったんでしょうかっていうね話をまた次回の動画でしていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録などしていただけると励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。